カチカチに泡立っている生クリームを少し緩く伸ばしています。それからこの状態で塗っていきます。それから側面に筋を引いていって、あと表面をならしていきます。こんな感じで表面をならしていって、で今度はタルトとかにこれを生クリームをホイップクリームを絞っていきます。でこちらがかぼちゃのタルト。かぼちゃのタルトははい、秋限定とかだったり。そうですね、冬限定ですね。はい、お疲れさん。こうやって大学生が来てくれてます。授業始まる前に来てもらってますね。そのぐらいちょっと今人手不足で、困ってますね。もう何が一番困ってるか、人手不足です。ちょっと表面を炙ることによって断面に角度がきっちりと出ます。なんかいちごのね、高さを揃えてます。揃えてからダメないちごと選別して、それをケーキの上につけていくんですけども、あ、すごい、そんなにいっぱい乗せるんですね。豪華。ホテルとか行くといちごが1個しか乗ってなかったりしますよね。そういうのに800円とかしてね売ってるけど、嫌ですね、そんなんね。たくさんつけてあげないと。あ、そうなんです。そのいちごだけだとどうしてもツヤが当たらないんですよ。でショーケースに並べる時にその前にジャムを塗ってやるとピカッと光って美味しそうに見えますね。それで酸っぱいいちごの味を整えることもできて、
で今からスプーンでクネルっていうのを作っていきます。こうやってスプーンの形に抜いてこちらへ着地していく感じです。はい、こんな感じで抜いていきます。カラメルソースをまず塗ってから、でこのヌガアーモンドをカラメルで固めたやつなんですけども、はい、このヌガをつけていきます。一回また冷蔵庫入れます。カラメルソースを上から流し入れて、それからアーモンドのスライスを乗せていきます。紅茶のタルトはあとオレンジ色の帽子をかぶせていきます。お店のロゴのチョコレートを乗せて完成です。上書きをしていく準備をしています。上書きですね。上書きはパソコンですね。すいません、聞き間違えました。かけていくことをこうグラッサージュ、グラッセって言うんですけども、はい、グラッセする、グラッセしといてやってみたらそう上書きするって意味なんですけども、グラッセをしていきます。つけていって、たまに5からされるこちらはタルト、チョコレートのタルトなんですけども、ボナパルトっていう名前をつけてます。それがもうじきはい、ナポレオンになりました。なるほど。帽子。はい。お店開けます。仕込みに移っていきます。はい、仕事の工程をこうやって最初のイメージですね。これをどうしようっていうところから、お正月の干支ケーキって毎年、今年はこんな感じで、かわいいでしょ。かわいいでしょ。トレドゥのこだわるとこっていうのは、1個500円するあまおうを使ってたり、そんな上等な素材使ってるわけはないんですけども、じゃあどこにいい素材を持ってくるかっていうと、基本部分なんですよ。土台となるところにいい素材を持ってくるっていうのが私の考え方なんです。一番の根幹をなすその素材っていうのが、トレドゥの場合発酵バターなんです。普通のバターと比べてコクがある、香りがきつい微妙に違って、それが焼き菓子作ると完全に味、香り、コクが変わっていきます。これを使ってるとこあまりないです。なんでかって高いからなんです、ね、素材の部分にこだわります、ね。美味しいフルーツ使ったら美味しいケーキできるのは当たり前じゃないですか。で、ダメな素材を何とかしてやろうっていうのがトレゾーの考え方かな、と思いますね。その色の付け方がすごく難しくて、
温度計じゃ測れなくて、もう本当に職人の勘でしかなくて。ここから結構色つくの早い。そのドフィノワってドフィっていう町の地方かな、特産物がくるみなんですよ。だからドフィノワドフィノワっていう感じです。これで冷やして。ああやってキャラメルとくるみを混ぜ合わすっていう感じで、あとは冷まして、これを均等に混ぜていきます。目分量です。冷凍でかけて固めます。美味しいですっていうのを聞くために、美味しいっていう声をおかずにして生きてる感じ、生きてる感じですね。上から卵黄を塗っていきます。竹串をこう揃えてピロンピロンという感じでつけていきます。可愛くなりました。だんだんお菓子に見えてきまして、見えてきましたね。この前と焼いたら爆発するんで、こうやって穴開けてやります。空気穴開けてやらんとポコーンと膨らんで、山ができてしまってボコボコになっちゃうんです。表面がこんなにして穴開けてやって、でも焼くと穴は隠れてくれますね。これもまだ1回冷凍してから明日焼きます。そうなんですよ。作るのに3日かかります。これは中を冷凍させてから焼かないとまた火が通らなかったり、表面の火が通らなかったり膨れすぎたりするんで、いろんな理由があって、はい、明日焼きます。まあ大使こうやってああやって焼き物もできて、で朝みたいにいちご飾りできたり、で生クリーム絞ったり、でしかもこうやってチョコレートもできたり、である日はまた夏はアイスクリームで自家製のアイス作ったりして、パティシエと呼ばれる方にはその仕事が全部こなせなあかんのですよ。だから今それを全部勉強できるケーキ屋さんがあまりにも少なくて、おそらくそのテンパリングのね説明っておそらく読まはったことがあるでしょ。何のことかわからないですよね、書いてあるのがね。やっぱりこうやって直に説明してきながら見えへんことにはわからないですね。で結局ね、みんな失敗しはんのはチョコレートの量なんですよ。100g とか 200g じゃ絶対失敗します。これもほぼほぼ500から600、最低でもこのぐらいやらへんかったら失敗しますね。今ひたすら冷やしてます。何度ぐらいっていうのは、
27度まで冷やして、で28かな、28まで冷やして使う時は31度に戻すんやっていうのがよく本に書いてある温度ですけどね。ただでも温度計なんてないし、で一応こう赤外線で測る温度計もあるんですけども、それでもやっぱりね正確に出ないんですよ。もう本当にもう勘しかなくて、いまだにこれだけはちょっと疲れたりするとやっぱり失敗しますね。自分の体調もその日の気候も湿度まで関係してきますね。回していきます。でハートの中に入れて、で着地させていきます。で、もうだいぶ固まってきたの分かってもらえますでしょうか。はい。これテンパリングできてる証です。いらんとこをこうやって削っていきますね。いらんとこ削って、いらんとこ削って、でこれを完全に固めるために今冷蔵庫に入れていきます。フランボワーズ、ラズベリーをお酒でつけています。一月ぐらいそれは温暖なんで、温暖ってわかんないんですよ。なんやろな、よくパンの上にデニッシュとかの上に白いのかかってると思うんですけど、はい。あれは温暖ですね。こんな色してる。これはね、この温暖はこのラズベリーをつけた汁を入れてるからこのようになります。なんですよ。これ決してありえないんですよ。色素じゃなくて天然の色なんですよ。もう汁気を取っていきます。本当にだからこの工程すべて添加物使ってませんし、全部色素も何も使ってないし、安定剤も使ってないですし、もう本当にそれこそフランス革命の時代からこれと同じ作り方してるんじゃないかと思います。すごいね。埋めてしまうとチョコレートが乗る分だけ残しておきます。流していきます。
それでは梅酒のチョコの天杯、コーティングはい。をしていきますね。これみんなって手ではやらないです。あら。結構ね、じわーってそのシャワーを浴びるみたいにチョコレートがカバーリングして出てきます。うん。こんな手でやるとこはもうめったに見られないです。スローモーションでやりますね。まずこのチョコレートを肩までつけてやります。で、フォークをひっくり返して、ひっくり返したところをフォークですぐってやって着地させます。これが王道なチョコレートのカバーリングなんです。たまに色が一個ないとことかある。行きました。一旦これチャンバーですか？チャンバー入れてな、はい、でまたすぐに出してほしいね。固まったらすぐに出ないと、あれやね、カンカンカンしてもいい。ひっついてしまうから。すぐ。すぐに出し、つけれてすぐ出してくれるか。はい。難しいな。わかりました。トーカーの形気づけてくださいね。
でこれ下の板も全部チョコってことですよね。はい。こだわりがすごい。すごい自慢するんですよ。なんでかってね、偉い政治家でもお弁当の番組とか、はい。偉い俳優さんとかね、映画スターでも大きい弁当が終わってするじゃないですか。冷たいご飯食べた飯も私たち絶対毎日あったかいの食べてます。いいことです。いいことですよね。はいはい。柔らかいものを作るために。このぐらいの硬さになったらさっきのチョコレートと同じやり方なんですけども、こうやって、つけてやってひっくり返してフォークですくっていきます。これ結構珍しい。おそらく日本はうちだけやと思います。ネットで見てもやっぱし売ってるとこなくて、カヌレとかマカロンがブームになったりし、このメンチコもいつかはブームが来るぞと思ってるんですけどなかなか流行らなくてもう20数年なんですけどもカヌレもオープンの時はやってたんですよ。最初オープンの時に3年はやってたんですけど全然売れなかったですね。なんやっていう感じでお客さん誰も見向きもしてくれなかった。カヌレってボルドーっていう町のすぐとこで売ってるんですけども、私はそのボルドーの近所のアルカシャっていう町で浜辺のある町なんですけども、そこで修行してたんですけど、そこで実際にカヌレ作ってました。
なんで面白い食感の、お菓子があるなと思って見て、で、まあもちろんレシピわかるんで日本でやったんだけども、ダメでしたね。早すぎたんです。早すぎた早すぎた。ですよね。はい。まあ、その頃まだマカロンも20年前だったらまだマカロンもね珍しいって言われた時代やし、そうですね。クレームブルーレもまあ全然みんな知らないかった時代です。マカロンを見ながらお客さん同士が喋ってはったんですけども、マカロンって何やって夫婦で喋ってはったんですけど、マカロンです傷口に塗るやつかって言われて笑いをこらえんのにもう必死になっていやお客さんに邪魔笑うたらあかんし、受け狙いで言うたらんちゃうから笑えへんし大変な思いをしたことはありますけども。これをこうバタークリームで挟んだのがこちらでございます。はい、チョコレートと生クリームを1対1で合わせたのをガナッシュと言います。はい、これが1対1で合わせたガナッシュです。ガナッシュを柔らかく溶かしてこれをコーティングしていきます。で、冷蔵庫に固めたのがここになります。ブラマールを今から何をこうやって包みます。チョコがこんな布みたいにできるの初めて見ました。はい、面白いですね。面白いですね。ねでこの上に次はひらひらを乗せていきます。すごい。あ、すごい。今の一瞬できた。これで出来上がりです。集めたガイドブックでルレですこれルレ・レフェールって言うんですけども、そういうなんか洋菓子組合みたいなのがあって、はい、その中の私がいたみたいなブザンソンのピエール・エ・ジョエル・ボーっていう名前なんですけど、はい、ブザンソンのお店です。